今回はいつもの工具情報とは違い、アジア各地の近況報告動画となります。コミュニックスが商社として現在のアジア各国の情報を発信することに一定の意義があると考え、各地の状況を現地駐在員の目線でお送りいたします。それではまずはタイからご覧ください。タイでは1日の感染者数が10人を超える日はなく、割合としても海外から入国し、隔離の段階で判明した人が大多数を占め、国内居住者の感染者はほぼゼロが続いています。しかし依然として入国制限を行っており、タイ国籍を有する人、もしくはビジネス目的での入国者のみです。定期旅客便は飛んでおらず、羽田空港、成田空港、関西国際空港向けに特別便という名目で週末に飛んでいます。ビジネス目的での入国は隔離がありながらも可能になったため、仕事で来られる方はこの便に乗ってきます。最近、不妊者の入れ替わりも増えてきました。タイでも日本の GoTo トラベルと似たような制度があり、少しでも国内観光業を盛んにしようとしています。そのため、急遽ですが国内観光業を促進するために、11月と12月に連休が作られました。観光者が入ってこないため、1階にあるシム屋さん、ツアー会社などは依然閉まったままです。タイではお店に入る場合、感染者拡大を防ぐため、どこのお店でも検温とバーコードによる登録を行います。最初の頃はみんなバーコード登録を行っていましたが、現在ではめんどくさがってバーコードを読み取るふりをする人ばかりになっています。タイでも日本と同様に、マスクをしていない人を見つける方が難しいぐらいたくさんの人がマスクをしています。一度マスクをするのを忘れて電車に寝言をしたところ、係員の方に注意されたこともあります。他の国と比べて普通の生活に戻りつつあるタイですが、今までいた観光客がいないため、観光立国としてのタイはまだ活気が戻っているとは感じられません。フィリピンの空港の様子になります。日本の JAL、ANA を含め一部の航空会社は現在も便を出しています。現段階では特定のビザ、永住ビザ、就労ビザを持っている方のみを対象にしています。コロナ前はライバルも常に人でごった返していたのが、今はほとんど一般人もいず職員のみでした。基本的にフィリピンでは、空港券を持っている方しか中には入れないので、外観のみの映像になります。ご覧の通り入り口にはガードが立っており、検温、アルコールをつけないと中には入れません。現在はかなり規制も緩くなり、週末は多くの人で賑わってます。一般的なローカルモール内のスーパーの様子です。ロックダウン当初はパニック状態になり大変混雑していました。実際に当時は厳しい入場制限が設けられており、パニック状態によって住民のため買いがあったため、半日で買い物が終わればラッキーというぐらいには混雑していました。約半年経った今では、だいぶ改善されました。しかし今も入場制限があるため、時折列ができます。東南アジアあるあるですが、インフラ整備が乏しいため、朝と夕方は通勤ラッシュで渋滞がとてもひどいです。ロックダウン当初はとても快適だったんですが、最近また渋滞がひどくなってきました。ベトナム・ホーチミンのタンソンニャット空港に来ました。ベトナムはコロナの新規感染が最近出ていませんので、国内の移動は結構活発になってきているためか、今は、朝の7時台ですけれども、すでに結構たくさんの人が、空港に来ています。ホーチミンからハノイへの飛行機なんかも結構席が埋まることが多くなってきています。
ホーチミンの中心地にあるショッピングモールに来ています。ベトナムはコロナの新規感染がほとんど出ていないということもあってか、場所によっては検温ですとかマスクのチェックというのが必要なんですが、ここのモールでは特にそれはなく普通に入ることができます。一応人の集まるところではマスクは義務化というふうに言われていて、違反者には罰金が課せられることもあるそうなんですが、こうして見るとマスクしている人多いのは多いですけど、していない人も結構いるのが実際のところです。インド政府の発表では12月1日時点での累計感染者数は946万2809人、死者数は13万7621人となっており、アメリカに次いで世界で2番目の感染者数となっています。9月には1日の感染者数が10万人近くに上るなど、アメリカを上回るペースで増加していましたが、10月に入り徐々に減少し始め、12月1日時点での1日の新規感染者数は約3万人と、ピーク時からは3分の1まで減少しています。しかし首都デリーなどのインド北部地域では冬の寒さの到来とともに大気汚染の悪化や急な冷え込みにより体調を崩す人も増え、再び感染者数が増加する恐れがあるとして州政府は注意を呼びかけています。インド政府は規制緩和などで経済対策を優先する姿勢を見せていて、3月のロックダウンからストップしていたメトロや映画館を再開していますが、自主的にこうした公共の場所を避ける人も多く、人手はまばらです。 IT 企業などでは今も在宅勤務が多く、製造業でも同じ部署のスタッフを交代で出社させるなど人数制限を行っている会社もあります。また不要不急の面会は避けるようにとの指令が出ている会社も多く、企業訪問も自由に行うことはできませんが、代わってオンラインツールを使ったウェブでの打ち合わせが一般化し、これにより遠方の取引先とのコミュニケーションが取りやすくなるなどメリットを感じる場面も多くあります。ロックダウンから9ヶ月が経ち、インドの人々にもコロナへの慣れや疲れが見え始めています。この先どうなっていくのか、大きな不安を抱えたまま人々は新年を迎えようとしています。